どうもこんにちは、ベースキャップです。ベーシストの皆様、ジャズのリック集についてどう思いますか？というのもですね、ジャズのアドリブ演奏の練習とかで、ジャズのリック集、フレーズ集みたいな、あるじゃないですか。251フレーズとか。あれについて、ベーシスト的にやりにくくないですか？っていうのも、ウッドベースでソロを弾くってなって、じゃあ、リック集見ようかっつって勉強しようっつった時に、やっぱね、音域が広いから、むずいなと思いません？それはしょうがないと思うんですよ。多分あれもともとピアノとか、サックスとかトランペットとかからね、ジャズジャイアンツたちがやってたのを取ってきてるだろうから、ウッドベース的に弾きにくい。ウッドベースに不向きだなというのは、実は前々から思っておりまして、じゃあ、ウッドベースのソロの251フレーズとかをコピーしちゃえば、そんな文句言えないんじゃないかなと思いまして、ウッドベーシストによるウッドベースの人のためのウッドベースジャズリック集ですね。っていうのを、今日やります。というわけで私、有名なウッドベース奏者の、いいなと思うような251リックみたいなのをいっぱい集めてきたので、今日はそれをひたすら演奏していきます。ウッドベース奏者の皆様、これ気に入ったみたいなのがあればですね、ぜひ参考していただけると、幸いでございます。それでは本日も最後までご視聴よろしくお願いします。
はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと最後に、実はというか、私の本音なんですけれども、私実はリック集ってそんなに好きじゃないんですよ。こんな動画作っといてあれなんですけれども、実際自分が覚えてるようなリック集ってあんまなくって、ちょっとうるさい話するんですけども、大事なのはね、使い方なんじゃないかなと思いまして、リック集を丸暗記するのはちょっと僕はあんまり反対派でして、どっちかっていうと、なんか2、3個ぐらい丸暗記はいいと思うんですけれども、そっからフレーズの構造とかを研究した方がいいかなと思っておりまして、1個のなんかフレーズを覚えたら、前キーに変えてみて練習してみたりとか、なんかどこの落としど、どういう音が使われてるんだろうとか、なんかそういう風に研究していって、じゃあちょっと変えてみながらちょっとやってみようみたいな感じで、なんかその、数覚えりゃいいってわけでもないと思うし、まんまぶち込んでいいかっていうと、それはぶち込む時もあるけど、なんかそればっかに頼れちゃうみたいな、感じになるとなんか微妙なのかな、みたいな気がしております。あくまで私の考え方なので、いろんな考え方があって全然いいと思うんですけれども、もしも、そのウッドベースとかで弾くときに、今日紹介したようなフレーズ1個でも気に入ったのがあったら、その1個をちょっと研究してみて、どういう、コードトーンとか弾かれてんのかなとか、この音何の音なんだろうとか、そういう感じで研究して噛み砕いていって、自分なりに消化させていって、なんかフレージングを作るコツみたいなのを研究していってくれたら僕は一番嬉しいです。なので、なんか10何個だ 10何個か紹介しましたけども、全部を丸暗記する必要は僕はないと思っております。全部流し見して、なんか、このプレイヤー好きだからこれにしてみようとかでもいいし、なんとなく響きがこういう感じがいいなと思ったからやってみるでもいいですし、社会の年号とかじゃないんで、丸暗記したりとかする必要ないかなと思います。で、最後まで見てくれた皆様にだけちょっとだけなんかね、うるさいこと言っちゃいましたけども、あくまで私はそう考えてるよというのを知っていただければ幸いでございます。というわけで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。